はじめましての方ははじめまして、あずきさんと申します。以前に、モジュールを素足にする方法の解説動画を投稿させていただきましたが、こちらの方法は靴のボーンに素足の柄を取り付けていたため、一部の PV ではつま先が不自然に曲がる場合がありました。そこで、今回はつま先が不自然に曲がらないように、ボーンごと移植する手順を動画にしました。実際に行った作業を録画して、後から説明文を追加した程度の代物ですが、ピンポイントでつま先ボーンの移植方法だけ知りたいなどの方は視聴していただけると幸いです。まずはじめに、素足にしたいモジュールの FARC ファイルと、素足が出ているモジュールの FARC ファイルを用意します。今回の動画では、リンさんのマジックシェフと鏡根リンスイムウェアを使用します。2つの FARC ファイルを MMM のコンフィギュレーションズ設定を行った作業用のフォルダにコピーしてください。動画では、スイムウェアの FARC ファイルをいじって、水着や上半身などの不要な部分を削除していますが、後ほど説明するブレンダーでの作業中に削除しても構いません。コピーした FARC ファイルを MMM で開いて、ツリー上のオブジェbinを右クリックし、エクスポートで中身を取り出します。保存するときのファイルの種類は FBX です。マジックシェフとスイムウェアの両方を行います。保存先は別々のフォルダにしてください。その後、スイムウェアの FBX ファイルを保存したフォルダに、元々の素足の FARC ファイルをコピーしておきます。次はブレンダーでの作業です。ブレンダーを起動して、マジックシェフの FBX ファイルをインポートします。インポートするときは右枠アーマチュアのプライマリボーン軸とセカンダリボーン軸をそれぞれ X 軸 Y 軸に変更するのを忘れないでください。マジックシェフがインポートできたので、次はスイムウェアをインポートします。プライマリボーン軸などの設定は先ほどのものが残っているので、改めて変更する必要はありません。右上、シーンコレクションのツリーで不要なものを削除します。削除するのは、2つのディブスキンとスイムウェアのフットネイル、レッグです。スイムウェア側のボーンを選択して編集モードにします。その後、ボーンのツリーを展開していきます。今編集しているボーンで必要となるのは、腰、もも、すねの先につながっているヌード足とヌードトウです。ツリー上で、この4つのボーンを選択したら、ビューウィンドウで右クリックして、ボーンを別アーマチュアに分離を実行します。実行すると、選択したボーンだけ GBLCTR002 に移動するので、残って不要になった001は削除。その後、002、無印と順に選択してから結合を実行します。これで、ボーンがひとまとめになりましたが、ヌード足はどこにもつながっていないので、正しい場所につなげる必要があります。つなげる場所はすねですが、今はマジックシェフの靴などのボーンがつながっているので、これを削除します。編集モードにしてすねのツリーを展開し、すねより先のボーンをすべて選択してからボーンを削除してください。
除したら、素足のボーンを接続します。まず、J スネ L のボーン名をダブルクリックして、ボーン名を変更するモードにしたら、文字列をコピーします。次に、ヌード足 L のボーンプロパティを開きます。そして、関係の中のペアレントに先ほどコピーした文字列 J スネ L を入力します。L 側が終わったら、R 側のボーンも同様に入力してください。これで、ボーンの移植と接続ができましたので、今度は素足のメッシュを移植します。再度スイムウェアをインポートしてください。このモデルのメッシュを移植します。CTRL キーを押しながらフットネイル、レッグを選択し、続けて GBLCTR も選択。ビューウィンドウで右クリックしたら、ペアレントアーマチュア変形を実行します。ペアレントをし直すと変形が解けて、素足部分が横に倒れてしまうので、左下のペアレントを作成内のトランスフォーム位置にチェックを入れて、元の角度に戻します。GBLCTR001 は不要ですので削除します。次はメッシュの結合です。素足部分のレッグとマジックシェフのタイツのそれぞれのメッシュをつなぎやすそうな位置で削除します。素足は上側、タイツは下側を削除です。それぞれのメッシュで頂点が近そうな部分に狙いをつけますが、裸モッドのモデルのような製作者によって形状が異なりやすいものでないならば、足の太さも大して変わらないので、適当な位置で構いません。削除し終えたら、タイツ、レッグと CTRL キーを押しながら順に選択し、ビューウィンドウの右クリックメニューから結合を実行します。結合した部分に隙間があるので、これを埋めるために頂点をマージします。編集モードにしてマージしたい部分をまとめて選択してください。キーボードの M を押し、距離でを実行します。距離が一定範囲内の頂点同士をマージする機能ですが、頂点が離れすぎていて機能しないので数値を変えます。一桁ずつ0を削除して数値を大きくしていってください。どうしても綺麗につかないときは、タイツ側とレッグ側の頂点を一つずつ選択して、M キーのメニューから中心にを選んでまとめていってください。メッシュの結合を終えたらマテリアルをまとめます。レッグを編集モードにしてマテリアルプロパティを開いてください。ボディとタイツの2つのマテリアルがあり、選択を実行すると各マテリアルがメッシュのどの位置に割り当てられているのかがわかります。マジックシェフはタイツがわかりやすい縞模様なので変化もわかりやすいです。まとめ方はレッグを編集モードにしてキーボードの A を押して全選択した後、ボディのマテリアルで割り当てを実行すれば OK です。タイツのマテリアルは不要ですので、マイナスボタンを押して削除。ボディのマテリアルは繰り返しインポートしたせいで、名前の後ろに点001が追加されてしまったので、念のため削除しておきます。これで、ブレンダーでの作業は完了しました。やり残しがないか全体を確認します。ブーツを削除し忘れていましたので削除。
問題がなければ FBX ファイルにエクスポートします。エクスポートするときは、右枠内のスケールを適用を FBX 単位スケールに、プライマリ分音軸、セカンダリ分音軸を、それぞれ X 軸と Y 軸に変更してください。次は MMM でのリプレイスです。MMM でマジックシェフのファイルを開いてください。次にオブジェビンで右クリックし、リプレイスを実行。先ほどブレンダーでエクスポートした FBX ファイルを開きます。同名のマテリアルが見つかったため、上書きするかを確認するウィンドウが表示されますが、上書きの必要はないため、アンチェックオールを押して選択を解除して進めます。ブレンダー作業で追加されたこのファイルにもともと入っていなかったマテリアルを確認します。後から追加されたマテリアルは一見問題なさそうでもテクスチャー以外の数値が異なっていますので正しい数値などに変更します。修正の必要な項目は記載の通りです。今回は元々のボディマテリアルがあるので、そちらの数値をそのままコピペします。数値の修正を終えたら、オブジェビンで右クリックし、コンバートなんちゃらを実行します。最後に、今のままでは素足のボーンがあるものの、動かすためのデータが入っていないので、それを追加します。スキンで右クリックし、インポート EX データを実行。最初にコピーしたスイムウェアの FARC ファイルを開きます。インポートするボーンを選ぶ画面が出ますので、ひとまず、アンチェックオールで、すべてのチェックを外し、ヌード足とヌードトゥの左右含めて、4項目にチェックを入れて OK を押します。これで終わりです。セーブをしたら、確認用のモッドフォルダーにコピーして動作確認をしてください。おまけ。もともとあったタイツ全体を肌色に塗ってしまったので、なんかあれな感じになっていました。PV を普通に見るだけなら見えない部分ですので、気にしない人やあれな人はそのままで構いません。修正は、素足を移植したのと同じ方法で、パンツ&周囲の肌を移植するだけですので、解説なしの早送りでお見せします。
おしまい。